どうもどうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さて今日の動画は iPhone のおすすめの設定をご紹介、ご案内させていただきたいなと思います。一応僕のチャンネルでは iPhone や iPad、Mac 製品の不具合相談、窓口が2つあって、X の DM 相談とか LINE サポートにこういった不具合相談というのが寄せられてくるんですけれども、それ以外でも質問だけのメッセージも多く寄せられてきます。例えば一部ご紹介させていただくとこんな感じですかね。Android から iPhone に変えて、おすすめの設定変更を教えてくださいとか、実際に僕が設定変更しているところをね、同じにしたいから教えてくださいとか、あとはそうですね、バッテリーの消費を抑える設定変更を教えてくださいとか、全般的にこの iPhone の設定の場所について質問を受けることはこれまでも多くありました。これはね、僕のチャンネルでもこういった iPhone の設定についての動画ってそういえばなかったなと思ったので、今回改めてね、ちょっと1本出しておきたいなと。その中で実際に僕の iPhone 15 Pro Max でもこういった設定変更しているところをご紹介させていただいて、それがね、参考になるかどうかはちょっとわからないです。例えば皆さんが iPhone を使っている中で、いろんなアプリが入ってたりすると思うんですけれども、例えば通知っていう項目一つとっても受け取りたいっていう方もいれば受け取りたくないっていう方もいらっしゃいますので、この通知のところに関しては今回ちょっと省いていきたいなと思います。なので、これまで iPhone をずっと使っている、iPhone 歴が長い方であったり、Apple 歴が長い方であれば、そのあたりのね、この設定変更の箇所っていうのはよくご存知だと思いますので、そういった方はね、あまり参考にならないかもしれないんですけれども、例えば初心者の方であったりだとか、そういったね、機械的なことがちょっと苦手な方がもしいらっしゃれば、ぜひね、この動画を見ていただいて、ちょっとね、参考にしていただければなと思っておりますので、ぜひね、最後までご覧ください。では、スタート。では、早速なんですけれども、おすすめの iPhone の設定、そしておすすめの設定変更するポイントをいくつかこの後ね、簡単にご紹介していきたいなと思います。まずは1つ目。これはね、iPhone 歴、Apple 歴が長い方であれば、ほぼ 100% 変更していると思います。実際に僕ももう変更しておりますね。それは何かというと、iPhone の個人情報、簡単に言うと iPhone の名前ですね。iPhone の名前、例えば漢字フルネームで登録されている方いらっしゃいませんか？初めてね、Apple ID 作られた方であれば、Apple ID 作るときに、お名前フルネームで入れたと思うんですけれども、そのお名前のまんま iPhone の名前が出てくるんですよね。で、その名前っていうのは変更することができます。で、さっきも言ったように、歴が長い方であれば、ほぼ 100% 変更していると思うんですけれども、そういった方からすると、いやいや、変更するだろう、普通って思うかもしれません。でも、実際に僕はね、X の DM とか LINE サポートとかでね、いろんな方とやり取りをしていく中で、意外や意外というか、変更していない方はたくさんいらっしゃいます。これどういった影響があるかというと、そもそもエアドロップをオフにしていれば問題ないっちゃ問題ないんですけれども、例えば過去でね、僕があった、動画でも言ってますけれども、電車内でね、スタッフとエアドロップでデータのやり取りをしているときに、ここだけの情報だけではなくて、周りにいている方の情報もお名前フルネームで僕の端末には出てきます。そういった形で、極力ご自身のフルネーム、名前っていうのは、少なからずともね、外部に出ないように設定変更できるんであればね、やっておいた方がいいのかなと思いますので、僕個人的にはここの名前を変更しておくのを推奨しております。その変更する場所なんですけれども、iPhone の設定のアプリをね、タップしていただいて、その後に一般という項目を選択してください。で、その一般の中から情報、一番上にあると思うんですけど、情報を選択していただいて、名前を選択してください。で、その名前の中に、例えば漢字でフルネーム出ているんであれば、イニシャルにするとか、ニックネームにするとかね、そういったものに変更していただければ OK です。ただ、この情報っていうのは Apple にも行きますので、例えば Apple サポートに連絡した際に、向こう側がね、イニシャルしかわからないので、お名前のフルネームの確認されるケースはあると思います。ただ、今の Apple サポートはね、ほぼ受付時にお名前聞かれると思いますので、そこまで気にする必要はないのかなと思います。なのでね、ご自身のお名前、フルネームが少なからずとも設定変更だけで外部にね、出ないようにできるんであれば、変更しておくことを推奨したいなと思います。では次は2つ目。2つ目はアプリの自動ダウンロードをオフにするっていうね、設定変更のポイントです。ただね、ここのポイントに関しては、例えばiPhone 使っているユーザーさんが、このアプリのね、ダウンロード、アップデート自体も自動で行いたいという方がいらっしゃれば、変更する必要はないのかなと思います。ただ僕自身はここすべてオフにしております。
バッテリーの消費を抑えるっていう目的もありますし、あとはね、この iOS のアップデートがあったタイミングと、アプリのアップデート、ここの、このタイミングによっては、このアプリの不具合が起こったりだとか、そういったこともね、一応僕としては考えているので、できれば自分のタイミングでアプリのアップデートっていうのをしたい派です、僕はね。なので、どちらかというと、安定した Wi-Fi 環境下で、自分のタイミングでアプリのアップデートを行いたいので、ここは僕はオフにしております。一応ね、設定変更するポイントだけご紹介させていただくと、iPhone の設定ね、アプリタップしていただいて、App ストアを選択してください。でその中に自動ダウンロードの項目からアプリのダウンロードであったり、アプリのアップデート、でアプリ内のコンテンツ、僕はこの3つともオフにしております。これ3つともオフにすることによって、自分のタイミングでね、アプリのアップデートっていうのを行うようにしております。で次に、モバイルデータ通信。ここを僕はオフにしております。ここもね、外出先であったり、Wi-Fi 環境下でないところで、そこまでね、この容量の大きくないもの、アプリがあれば、アップデート情報があればね、モバイルデータ通信を使ってアップデートしたりするんですよね。当然これが稼働というかね、こう動くことによってバッテリーのね、こう消費が早くなったりもするんですけれども、基本的に僕は Wi-Fi 環境下で全て行いたいタイプなので、ここも僕はオフにしております。なので、ここは、皆さんが使っている、アプリ、どんなものを使っているかにもよるんですけれども、僕自身的にはオフにしても特に問題ないので、アップデートしたかったら自分でもできるので、オフにしておいてもいいのかなと思うところですね。ただやっぱり便利で自動で何でもかんでもやってほしいという方がいらっしゃれば、オンのままでもいいのかなと思いますので、ここはちょっとユーザーさんに判断していただければなと思います。そして3つ目、トラッキング要求をオフにするですね。ここは、オフにすることを推奨するんですけれども、トラッキング自体の説明をするとめちゃくちゃ動画が長くなっちゃうので、簡単に説明させていただくと、皆さんの情報収集ですね。例えば何か検索かけたり、サイトで移動していったりして、翌日、2日後、3日後に検索したワードの広告がバンバン出てくるっていう経験ありませんか？それはトラッキングの情報が収集されているということなんですけれども、これは 100% 防ぐということはできないんですけれども、このトラッキング要求自体をオフにしておいた方がいいのかなと思います。めんどくさいんでね、いっぱいなんか出てきたらね、ここのオフのやり方としては、先ほどと同じように iPhone の設定のアプリをタップしていただいて、プライバシーとセキュリティを選択します。で、その中からトラッキングを選択してください。で、そのアプリからのトラッキング要求、許可をオフにしてください。わざわざね、この許可にするっていう方いるのかな。これは、Apple 自体がそのセキュリティ、そのプライバシーの観点とか個人情報の観点から勝手に情報収集するなよと。情報収集したいんだったら、ユーザーの許可を得なさいっていうための、オンオフなので、情報収集ね、皆さんあんまりされたくないと思いますので、ここはもうオフでいいんじゃないかなと思います。そして次なんですけれども、これはね、昔から言われているところなんですが、アプリのバックグラウンド更新のオフですね。これをやることによってね、このバッテリーのね、この消費を抑えられるというポイントなんですけれども、そもそもバックグラウンド更新とは何ぞやっていうことなんですが、iPhone で皆さんがね、見ているディスプレイありますよね。例えばサファリを立ち上げているとかね、何かアプリを立ち上げている。この立ち上げているものではなくて、その裏側で何か動いているものがあるんですよね。その更新作業をずっと永遠にされちゃうと、やっぱりこのバッテリーを使うので、バッテリーの消費がどんどん速くなっていくっていうことなんですね。そのバックグラウンドの更新自体もオフにしましょう。これは僕もこの更新はオフにしております。その設定変更する場所なんですけれど、iPhone の設定アプリをタップしていただいて、一般を選択してください。でその中のアプリのバックグラウンド更新の選択をしていただいて、オフにしてください。で、これね、オフと、Wi-Fi のみとかね、これ3つぐらい項目あると思うんですが、オフにしていただいても問題ないです。例えば、その更新作業ができないんじゃないのとかね、思われる方もいらっしゃいますけれども、これはアプリを立ち上げた時に更新作業が入りますので、そこまで気にする必要はないのかなと思います。ここはオフか Wi-Fi のみだけ、この2つね、どちらかご自身で選択していただければなと。僕はオフのまま使っております。そして次がバックアップのモバイルデータ通信オフの設定変更ですね。皆さんが一応初期設定としてはね、iPhone でiCloud のバックアップっていうのはオンになっていると思います。自動もオンになってるんじゃないかなと思うんですけれども、その際にバックアップを取る、このネットワークとしては
モバイルデータ通信でも取るのか、Wi-Fi 環境だけで取るのかっていうのがね、一応選択できます。で、僕の中では、モバイルデータ通信でバックアップを取るとなると、そのデータ通信やってる間っていうのは、当然 iPhone のバッテリーを使うことになるので、バッテリーの消費を抑える意味もあって、ここのモバイルデータ通信でバックアップを取るのをオフにしております。この通信をオフにしたからといってね、何かデータが飛んでいくということはありえないので、バッテリーの消費を抑える意味もあるし、わざわざ外出先でモバイルデータ通信を使いながらのバックアップっていうのは必要ないのかなと。僕自身は実際には安定した Wi-Fi 環境下で、Wi-Fi 環境につながっていてて、iPhone 充電していてて、ロックかけている状態であれば、24時間に1回ね、iCloud の自動バックアップというのを取られておりますので、それで十分ね、こと足りているのかなと思いますので、この話を聞いて、参考になるんであれば、モバイルデータ通信のオフというのをやっていただいても問題ないのかなと思います。一応ね、設定変更するポイントだけご紹介しておきます。iPhone の設定画面タップしていただいて、画面一番上のね、お名前、さっき言ったフルネーム変更しているんであれば、イニシャルのところを変更して、タップしていただいて、iCloud を選択してください。で、その iCloud の中から iCloud バックアップを選択してください。で、その項目の中にモバイル通信経由、このバックアップをオンになっているんであればオフにしてください。ただね、ここも、ユーザーさんの判断なので、やっぱり外出先、Wi-Fi 環境でないのにもかかわらず、やっぱりデータのバックアップ取りたいっていうんであれば、そのままオンでもいいのかなと思います。なので、僕自身はオフにしておりますので、参考にしていただければなと思います。では次が、システムサービスのオフですね。ここはね、結構たくさんあるんですけれども、この項目のポイントだけ、僕が実際にね、設定オフにしているポイントだけね、ご紹介していきたいなと思います。まずは iPhone の設定ね、同じようにタップしていただいて、プライバシーとセキュリティを選択してください。で、その中の位置情報サービスですね、そこを選択してください。で、ずっと下の方行くとシステムサービスがありますので、システムサービスを選択してください。で、ここの項目の中の iPhone 解析を僕はオフにしております。そして経路と交通情報もオフにしております。そしてマップの改善をオフ、ここもオフにしております。これは、僕の中では、この改善とか解析とかね、交通情報すべてオンになっていると、ここがね、動いているっていうことなんですよね。iPhone 何もしてないのに、ここは少なからずとも動いたりするので、そこでバッテリーを使われないようにして、オフにしているっていうだけの問題ですね。ここをオンにしたからといって、オフにしたからといってね、何かあるのかっていうとそうではないんですけれども、少なからずともバッテリーの消費を極力抑えたいという意味もあって、オフにしているだけなので、参考になればね、オフにしていただければなと思います。そして次なんですけれども、iPhone のメモですね、書き出しの時に大文字になっている方いませんか？で、これ結構ね、質問来るんですけれども、メモをね、よくお仕事とか使われているときにメモを立ち上げてメモを書いていくと、一番最初の文字だけが大文字になって、あとは通常のね、文字になっていく。これを同じ大きさにしたいっていう質問は結構昔よくあったんですよね。ここも変更できます。はい。これはね、iPhone のメモアプリ使っている方であれば、設定変更していただければ、結構スッキリするのかなと思いますのでね、ちょっと教えておきます。ここも iPhone の設定のアプリタップしていただいて、メモ選択してください。でメモを選択していただくと、表示項目内にある新規メモ開始スタイルを選択してください。そこに本文という項目がありますので、その本文っていうのをチェック入れていただければ OK です。ここのね、設定変更するだけで、大文字で、そして次が通常の文字サイズなんですけど、本文に入れると全て同じ文字サイズになるので、このメモの書き出しの大文字のところってね、意外とね、変更されてない方いますので、煩わしいと思っている方は変更してみてください。そして次なんですけれども、ここもね、バッテリーの消費を抑えるための設定変更というか、設定変更じゃないのかな。iPhone の明るさの設定変更です。結構ね、MAX の明るさで使っている方もいるのかな。どちらかというと僕は、そうですね、明るさは50% から 70% の割合で使っております。なので、このディスプレイの明るさが一番バッテリー消費が早くなる原因なので、僕的には結構仕事でもね、iPhone 使ったりするので、明るさ、目にも悪いですし、ブルーカットのね、メガネとかしますけれども、明るさ的には 50% から 70% ぐらいまで下げるようにしております。
ここがね、皆さんが使っているその iPhone の明るさ、最初はね、ちょっと暗いなと思うかもしれませんが、本当ね、2、3日で慣れますので、バッテリーの消費を抑えたい方は、ディスプレイの明るさ調整、ちょっと暗くしておけば、結構長持ちするようになると思いますので、変更してみてください。そして次なんですけれども、次がパーソナライズされた広告をオフにする設定変更です。そもそもデフォルトというか、初期の状態では iPhone ではね、このパーソナライズされた広告っていうのはオンになっていると思うんですけれども、結構ね、言いにくい、舌が噛むようなパーソナライズなんですけれども、そもそも何なのかっていうことなんですが、これはiPhone、ユーザーさんが興味、関心を持っている、例えば検索履歴であったり、アプリの解析、情報をもとに広告表示させる仕組み。トラッキングとはちょっと若干違うんですけれども、よく似たもんですよね。そういった広告表示されるっていうのが、煩わしいので、僕はもうオフにしております。なので、ここはもう皆さんもね、オフにしておいても問題ないのかなと思います。オンにしたからといって、広告表示がバンバン出てくるだけで、煩わしいと思いますので、ここの設定変更はやっておいた方がいいのかなと思います。その場所なんですけれども、iPhone の設定をタップしてください。で、その設定の中からプライバシーとセキュリティを選択してください。その中の Apple の広告というのを選択していただいて、パーソナライズされた広告をオフにしていただければ OK です。で、さっきも言ったように、このトラッキングの要求であったり、このパーソナライズの広告をオフにしたからといって、じゃあ 100% その情報が出ないのか、ね、広告表示、やっぱり出ますよっていうのは、これはね、致し方ないんですよね。例えば Google、Chrome であったり、いろんな場所でね、検索かけたものが広告表示が出たりしている場合もありますので、ただ、こういったパーソナライズのところであったり、トラッキングのところを、オフ、許可しないということをやっていただくことによって、比較的、少なくはなるのかなと思いますので、このあたりは、オンになっている方はオフにしておきましょう。はい。そして次がカメラ撮影の位置情報をオフにする設定変更ですね。このカメラ撮影の位置情報って、どちらかというと便利な機能っちゃ便利な機能なんですよね。例えば自宅で撮った写真データ、旅先、旅行先で撮った写真データ、位置情報がオンになっていると、この iPhone のね、こうアルバムを写真選択していただいたら、この地図上にこう写真が出てくる項目ね、皆さんあると思うんですよね。位置情報オンになっている方であれば。そういったもので、便利っちゃ便利なんですけれども、ただ仕組みをね、ちゃんと理解した上でオンにしているのか、それとも仕組みを理解すると、やっぱりオフにした方がいいなと思われる方もいらっしゃいますので、そのあたりちょっと簡単に説明したいと思います。まず、カメラ撮影位置情報をオンにしている状態で、仮に家で自宅でね、写真を撮りました。その写真データ、例えば後日、知人や友人にエアドロップで送りました。そのデータっていうのは位置情報が含まれておりますので、見ようと思ったらですよ。見ようと思ったら、その位置情報からあなたの自宅がバレます。はい。その自宅自体ね、友人、知人がもう知っているんであれば、特にそこまで気にする必要はないのかなと思うんですけれども、ただ、位置情報が含まれているデータを渡しているという認識を持っておいてください。ただ一つね、注意点というか、例えば自宅で撮ったり、旅行で撮ったりしたものをね、X に上げた。旧 Twitter ですね。そこに上げたものが、じゃあ位置情報バレるのかっていうと、今はバレません。昔はね、そこから位置情報っていうのは引っ張り出したりできたんですけれども、今はそこはバレないようになっておりますので、SNS 関連に関しては、特に位置情報オンの状態で撮った写真を X に上げたとしてもバレることはないので、そこは安心していただければなと思います。ただ、その位置情報をオンにした状態で撮った写真には、位置情報のデータが入っているっていう認識を持ってほしいっていうだけですね。僕なんかで、仕事とかでもやっぱりね、こう写真とか動画とか、動画は関係ないんですけど、写真撮ったりとかするので、このデータ自体が位置情報を含まれているのか含まれてないのかという、もういちいち考えるのがめんどくさいので、僕はもうすべてオフにしております。一応ね、設定変更する場所だけご案内しておきます。iPhone の設定のアプリタップしていただいて、プライバシーとセキュリティを選択してください。で、その中の位置情報サービスを選択してください。そもそもここがもうオフになっている、すべてオフになっている方は、特に気にする必要はありません。ただね、アプリごとにね、選択している方もいらっしゃいますので、そこが、オンの状態で、下にね、カメラという項目がありますので、そのカメラを選択してください。で、その選択したカメラの中に正確な位置情報、ここがもしオンになっている方はオフにしていただければ、問題ないのかなと思います。なので、ここはね、便利な機能でもあるので、
今言ったそのデータ、位置情報のデータが含まれているんだよっていうのを認識した上でオンにするのかオフにするのかっていうのを判断していただければなと思います。そして次が最後ですね。これは過去の iCloud バックアップを削除です。ここもね、実際に僕のところにこう相談に来る内容としては、バックアップが取れない、バックアップの復元ができない、いろんな iCloud サービスの相談というのは非常に多くあります。これはちょっと原因はわからないんですけれども、例えばなんですけど、今持っている iPhone 端末の前に持っていた iPhone。例えば僕で言うと iPhone 15 Pro Max 今使ってますが、その前は13 Pro Max 使ってました。この13 Pro Max でも当然ね、iCloud のバックアップというのは取ってました。このバックアップのデータが邪魔になっていて何かこう悪さを引き起こしているっていうことはね、よくあるんですよね。でそもそも今現行で使っている iPhone 15 Pro Max の iCloud のバックアップデータもあるし、iPhone 端末の中にもデータがあるので、そもそもこの13 Pro Max のデータはいらないですよね。そうなった場合は、過去の iCloud のバックアップの削除というのを行っておくと、そもそもこの iCloud の容量のスペースも空いたりするので、機種変更のタイミングとかね、しっかりデータが移行されているっていうのを確認した上で削除することをお勧めしております。一応これはね、やり方としては iCloud の項目に入っていただければ、過去のね、この iPhone 端末とか出てきますので、そこから削除していただければなと思います。では今回の動画ではですね、おすすめの iPhone の設定、そしておすすめの設定変更のポイントをちょっと簡単にご案内させていただきました。一応今回のこの動画では、比較的設定変更されてないんじゃないのかなと思うところを、僕なりにちょっとピックアップさせていただいてご紹介させていただきましたので、もしね、この設定変更のところ、iPhone のおすすめ設定とかね、聞きたいポイントがあるんでしたら、X の DM とか LINE サポートを活用してみてください。では本日も最後までご視聴していただいてありがとうございます。ではまた。